はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、年収が下がってしまう悪い習慣についてお伝えしたいと思います。で、あなたはもっと収入が欲しい、年収を上げたいと思ってはいないでしょうか。人生の全てがお金で買えるわけではありませんが、お金があるほど楽ができますし、余裕もできますし、健康的な食事とかもね、行いやすくなります。ですから、誰もが今よりもね、もう少し収入を増やしたいなというふうに思ってるはずです。しかしですね、今回研究の結果から、意外と誰もがやりがちなことが仕事のパフォーマンスを激減させてしまうということが分かったんですね。今回はこの研究報告とそれを防ぐ方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。ということで、年収が下がる悪い習慣についてお伝えしたいと思います。で、今回の悪い習慣なんですが、これは深夜に食べるおやつなんですね。で、あなたは深夜のおやつって食べることがありませんか？例えばですね、たまに夜更かしをしてしまった時に、夜だけど小腹が空いちゃって眠れそうにないな、何を食べようかな、今から料理を作るほどじゃないし、そんなにたくさんはいらないんだよな。まあ仕方ない。早く寝ないと明日も仕事だし、今日は諦めてお菓子でも食べて寝てしまうか、なんて経験があるじゃないんでしょうか。で、あまりね、そのダイエットとか健康的に頑張れていない方は、普段からこういったことをしてしまっているかもしれないですよね。で、実際私もですね、若い頃はこういった習慣をしてしまっていたんですよ。夜にね、ポテトチップスを食べて、そして寝るみたいな。こんな最悪な習慣をしてしまっていたんですね。で、そんな深夜のおやつが翌日の仕事のパフォーマンスを激減させてしまうという研究報告があるんですね。で、これはアメリカノースカロライナ州立大学からの研究報告になります。この研究は不健康な食事が職場の行動やパフォーマンスをすぐに影響を与えるということをね、初めて示唆したものになるんだそうです。今までそういった研究報告でなかったんですね。で、この研究チームではですね、97名のフルタイムの勤務をする方に対して1日3回10日間連続である質問に回答してもらいました。で、その質問というのは3つあって、まずですね、毎日の仕事の前に身体的及び感情的な幸福に関する質問に答えてもらって、そして毎日の終わりには今日の仕事で何をしたかについて答えてもらって、そして就寝前には仕事の後の飲食を何をしたかについて、この3つの質問に答えてもらったんですね。で、この質問の中で不健康な食事をしたという項目があるんですけども、この不健康な食事というのは、ジャンクフードを食べた場合とか、食べ過ぎ、飲み過ぎ、深夜にスナック菓子を食べ過ぎたと感じた場合になるんですね。だから、深夜にね、ジャンクフードを食べたと、あるいはその食べ過ぎたと、飲み過ぎたと、そしておやつを食べてしまった。この4つをしてしまった場合に、この不健康な食事をしてしまったということになります。で、この集まったデータをですね、解析した結果、夜に不健康な食事をした場合ですね、翌朝に頭痛であるとか胃痛、下痢など身体的な問題が現れる傾向が高まるということを発見したんですね。で、そしてさらにですね、感情的な緊張感が高まったという報告をする傾向も高まったんです。これは昨夜の不健康な食事に罪悪感であるとか恥ずかしいという感情を抱いていたということなんですね。ですから深夜にこのような不健康な食事をした場合、翌朝の身体の不調が出て、さらに精神的にも緊張してしまう不安定な状態になってしまうということが分かったんですね。しかもこの身体的にも感情的にも悪い状態は朝だけではなくてね、翌朝だけではなくて、その一日ですね、翌日の一日を通して仕事における振る舞いに悪い影響を与え続けたということも分かりました。ですから、その悪い習慣でね、翌日の仕事のその効率が下がってしまうのは、翌朝だけではないんですね。もう翌日丸ごと仕事の効率が下がってしまうんです。で、また、不健康な食事によってですね、その身体的、精神的に不安定になった人は、仕事において同僚の仕事を手伝ってあげるという支援行動が減少して、そして職場にいたとしてもですね、仕事ができるだけ回避しようとする離脱行動が増えるという傾向も見つかったんですね。ですから、不健康な食事をした翌日にはあんまり仕事をしたくなくなるんですよ。
これ結構怖い結果だと思いますよね。悪い習慣をした翌日はね、仕事をやる気がないというわけですから、これを繰り返していると、やっぱりですね、その仕事のパフォーマンスが下がって、そして昇進できなくなり、収入っていうのが下がってしまうということになるんですね。で、なんで深夜にもかかわらず、このような不健康な食事をしてしまうのかという理由や、不健康な食事をしないためにどうすればいいかなんですが、感情的に安定している人、ストレスに上手に対処できる人は、不健康な食事を行ったとしても、その悪影響が出にくかということも分かったんです。つまり、ストレスが多くない状態、ストレスを上手に解消できる人の場合ですが、このような方の場合、不健康な食事をしてもですね、翌朝に身体的、感情的な問題を報告する可能性が低いという傾向と、さらに身体的、精神的に問題を報告したとしてもですね、問題があったとしても、職場での行動が変化する可能性が低くなったそうなんです。ですから、もちろん深夜にこのような不健康な食事をね、することはやめてもらった方がいいんですが、ストレスを上手に解消できている方は影響がない可能性が高いんですね。つまり対策としてはですね、深夜の不健康な食事を控えることと、ストレスを上手に解消しようということなんです。で、不健康な食事はですね、今回の動画をご覧いただいたら、もうね、なかなかしようとはね、せめてその仕事の前日はね、しようとは思わないとは思うんですよ。でも、ストレスをね、解消しましょうというふうに言われても、趣味もないし、ストレス解消の方法もないという方も結構いらっしゃると思うんですよね。で、私もね、いろんな方にストレス解消でどんな方法を使っているのかというふうに聞いたことがありますが、なかなかその正しいストレス解消法を行っている方って少ないんですよね。で、あるいはストレス解消の方法を持っていない方って多いんですよ。で、中にはですね、ゲームであるとか、逆にですね、ストレスを溜めてしまう方もいらっしゃいましたし、ギャンブルとかね、こういったものは確かにそのいい結果が出た時にはストレス解消になるんですけども、逆にそのゲームとかギャンブルというのは悪いストレスを溜める習慣の方が多いですので、なかなかね、ストレス解消にならないんですよね。で、また食べ物やアルコールに走ってしまう方も多いです。確かに食べ物やアルコールはストレス解消効果があるんですけども、これらはまた翌日の仕事のパフォーマンスを落としてしまいますし、体は不健康になっていってしまいますので、正しいストレス解消の方法ではないんですね。で、ストレスをなくす方法であるとか、上手にストレスを解消する方法、そしてストレスを感じにくい体を作る方法はですね、別の動画でね、私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、そっちの動画もね、後で下の説明欄にリンクを載せておきますので、後でご覧になってください。で、不健康な食事を続けていると、今回の研究で分かったように仕事のパフォーマンスを下げて、そしていずれ年収を下げてしまう危険性がありますし、もちろん不健康になっていってしまいますので、いずれ不調が出てきたりとか病気になってしまって後悔してしまうことになるんですね。で、それならですね、今のうちに気をつけておいた方がいいとは思いませんか？ぜひ今日からですね、不健康な食事を避けたり、あるいはストレスを解消できるとか、ストレスを作らないですね、溜め込まない体づくりを頑張りましょう。もし私の整体院とかサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクを載せておきますので、そちらからご覧になってください。そして次回以降もですね、このような健康美容ダイエットに役立つ情報を、また興味がある方はですね、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいてください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。